ご理解第60節。おかげは受け得受けがち。先生がまずおかげを受けてみせねばならぬ。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け得のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心していけば徳が受けられる。おかげは教しやり、修行は受け身。魚釣る人、見ている人。天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。神様は成り行きを通してさまざまなことを教えてくださいますね。その神様が教えてくださるということに意義があるように思いますね。同じことでも私どもの心の中からこうした方がいいだろう、ああした方がいいだろうと思ってすること、神様に願うことと、また神様の方がああした方が良いよ、こうした方が良いよと神様から教えていただいたことをなすこと、同じなすこと、同じ願うことであってもそれはだだめが違う。一つは私の心の中から出たものであり、もう一つは神様のいわば何というのでしょうかね、サジェッション。神様がこうした方がいいよという神様のお心を対してのなすことということになりますね。愛楽理念を伝えたいためには実証を持ってしなければならないとよく考えます。確かにそうです。けれどもこれは私の考えですね。昨日は一昨日から冷蔵庫が調子が悪くなりました。冷えなくなったわけですね。庫内の温度が下がらない。それで故障しているような感じですから、その家内が連絡しまして、その修理の方というのがその様子を見に昨日来てこられたのですね。来てくださったのですけれども、その間朝からというか昨日一昨日の夜から家内が冷蔵庫の中を片付けてすぐ中を見てくださることができるように整理をしていました。それで、昨日の朝事務所に連絡をしましたら6件ほどそういう話が来ていると、大変冷蔵庫の調子が悪いという人が多いと、だから今日は無理で明日になるでしょうというような話だったらしいのですけれども、ありがたいことに昨日のうちに来てくださいました。ところがその冷蔵庫を見て壊れてないと言われるのですね。ちゃんと冷たい空気が出てきていると。だからこれは故障していないと。どうしてもそう言われるわけです。ところが私どもとしては冷えが悪いわけです。なるほど、冷たい空気はいくらか出てきておりますけれども、そのしかるべき温度まで庫内の温度が下がらないわけですね。ところがその大体の感覚で修理の方は言われるわけですけれども、いわゆる私どももそう言われるとその返す術がないわけです。そこで初めて思わされましたのは、
ああ、なるほど、この方に分かっていただく、冷蔵庫が壊れているということが分かっていただくためには証拠を示さなければならないのだと。よく私は無実ですと言います。そしたらその証拠を示せと言われます。冷蔵庫が壊れているなら壊れているという証拠を示さなければ相手の方は納得してくださらないわけですね。うすらぼんやりとは冷えているわけです。ですからそれで動いていると正常だと言われるわけです。それで帰られました。また明日何か温度計のようなものを持ってくると言って帰られたようでしたけれども、その私どもとしてもそれでは壊れている証拠を示さねばならない、どうしたらいいだろうかと。それで昨日から冷蔵庫の中に温度計を入れているのですけれども、だいたい正常なのは摂氏でいうと4度か5度ぐらいなければならないそうですけれども、我が家のは14、15度あるようです。ですからその温度計で正確に温度を測ると、なるほど正常ではないということが示せるわけですね。とそういうものを思わせていただき、今朝新中記念をさせていただきましたら、まさにそのことなのだと。人に分かってもらう、人を説得する、そこにはそういう証拠がいるだろうと。ただ口で言っただけでは、ただ感覚で話しただけでは、これは冷たい空気が出てるから壊れてませんよで終わってしまうわけですね。なるほど、温度がここまで下がっていないという確たる証拠を見せなければ相手の人は納得しないわけです。ということを神様が成り行きの中で示してくださったわけですね。ここが大切なところです。私どもの頭の中で、これを分かってもらうには証拠がいるなと言って証拠を集めるのではなく、神様がほら人に分かってもらうためには証拠がいるだろうがとご指摘なさった。そこでその証拠を集めようとする。いわば神様が証拠がいるだろうがとお示しくださった。ここが大切なのですね。証拠がいるということは神様もいわゆる自覚しておられるというわけです。ですから愛楽理念を広める、人々に分かってもらうためには証拠がいろうがと、実証がいろうがと、神様の方からご指摘くださったわけですね。ですからこれは私どもがどうぞ愛楽理念を伝えるためには実証がいります。どうぞその実証を挙げさせてくださいと願えば、神様もその実証を表さずにはおれない羽目に神様の方がなっておられるということですね。私どもが神様実証がいりますから実証を挙げさせてくださいというのではあまり迫力がない。しかし神様の方から伝えるには実証がいろうがとお諭しくださった。そこの上に私どもがさあその実証を挙げさせてくださいと願えば、神様もその実証を
与えられる、与えねばならない羽目になっておられるということになりますね。面白いところですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。